野さん、僕トレードでサクッと億万長者になりたいです。小難しい基礎とかはいいので、手っ取り早く一番儲かる最強の勝ち方を今すぐ教えてくださいよ。はいはい。いきなりそういうこと言う、鬼丸くん。でも安く買って高く売るだけでしょ。大野さんの秘密のテクニックさえ知れば余裕ですよ。おや、ずいぶん舐めてかかってますね。じゃあもし明日トレードでいきなり1億円稼げたらどうします？そりゃあもう高級車買ってタワマン住んでパーッと豪遊しまくりますよ。自分の器以上のあぶく銭を持つと人は必ず破滅します。器ええ。いくら勝ち方、テクニックを知っていても、お金を受け止めるメンタルと環境が整っていなければ、結局すべて市場にむしり取られます。というわけで、第1回目は小手先の技術以前のトレーダーとしての器とプロの環境構築について深掘りしていきますよ。覚悟してくださいね。はい、よろしくお願いします。奥の話をした後で逆にイメージしづらいかもしれませんが、まずはプロスペクト理論についての話です。ある男の話をしましょう。彼は月給20万円だとします。朝起きたらトレードで20万円儲かっていた。でも仕事に行っている間に6万円減ってしまった。3割も利益が減ったわけですが、彼はどうしたと思います？14万円でも利益だから決済した？そうです。彼は決済した後、相場が派手に上昇していったのが悔しくてですね、この勢いならまた20万円の利益に戻るはずだと高値で買い直しました。結局それが天井で暴落して、この日マイナス4万円で終わりました。うわー、あるあるですね。これが欲と恐怖です。自分の器を広げない限り、どんな手法を使っても最後は自滅しますよ。まあこれは実際の人物ではありませんですけど、一旦得たお金をなくすのが一番人間はショックで、だからこそバカなことをしてしまいますよの意味です。この物語は投資の基礎はただで学べコースの冒頭にあるので、詳しくはそちらで読んでみてください。海内業者のボーナスって魅力的ですよね。1000倍レバレッジとか。でも税金のこと考えてます？稼げば稼ぐほど税金で半分持ってかれますよ。半分。それに海外業者は出金トラブルのリスクもあります。最近ではプロップファームを使ってリスクを限定しながら大金を動かすというのも流行っています。もしかしたら鬼丸くんもこの方が向いているかもしれませんね。プロップファームは最近よく聞きます。少資金で大金を動かせるんですか？すごーい。ああ、ちょっと言い方が悪かった。ごめんなさい。実はちょっと違います。実際はデモトレードをやって買ったらお金をもらうみたいなシステムです。この話には裏があるので後で説明します。海外 FX 業者にもかなり裏があるので結構面白い話になると思いますよ。はい、裏話をしますね。まず、海外 FX の方が透明性が高いので良いという人がいます。これ実際にそうで、日本に DD 方式の証券会社が多いからなんです。DD 方式はいわゆる飲み業者である可能性が高い。つまり、あなたが損をすると証券会社が儲かるという利益相反の仕組みのことです。カジノの胴元みたいなもんですね。ギャンブルってことですかね。そんな感じです。胴元に優位なゲームなんですよ。だから、手数料はもちろん、ストップ狩り、出金トラブルなんかもありますが、海外 FX よりかは信頼感があります。それは、下手なことをすると、日本国内で問題になるという点や、国の目が厳しいという話です。NDD って何ですか？こっちが海外ということですよね。そうです。海外 FX には NDD 方式を謳っているところが多いです。為替のインターバンク市場という銀行間の取引するところに直接注文を流す STP と顧客の間でまず買いと売りを相殺してから残った分を流すという ECN があります。
これどちらでも会社内で注文を飲んで、実際は注文をインターバンク市場に流していないかもしれない DD 方式よりは透明感が高いですよね。確かに。じゃあ海外の方がいいじゃないですか。さっき大野さん、国内の方が良さげに話していましたよ。そうです。つまり NDD 方式だからって安心はできないということです。この図を見てください。これって、あそこですよね。一番有名な入金ボーナスとかやってる。そうですか。言いませんよ、私は。例えばこの証券会社の場合、表向きは NDD 方式だから手数料しか取ってないよと公言しています。自社内では確かに注文を抱え込んでないです。ただ、グループ会社に流しているとしたらどうでしょう？それはちょっと DD 方式と変わらないじゃないですか。そうです。全体的に見たら注文を飲んでいるのと変わらない。ディープリサーチで公式文章から調べたので間違いないでしょう。彼らは関連会社に注文を飛ばしています。そもそも純粋に手数料だけで稼いでいて、本当に 100% 外部の市場に流していたら、あんな豪華なボーナス配ったら会社が潰れちゃうでしょ。だから実態は顧客が損したら儲かる。それに手数料でも儲かる。こんなウハウハ企業なんです。初心者の注文を飲んで稼ぐ。悪い意味でのハイブリッド方式なんですよ。ハイブリッドって何ですか？ハイブリッドはこれです。この図。非常に透明性が高い方の良いハイブリッドの話をしましょう。例えば、フォアンダなどが信頼できるかなと思っているんですが、DD 方式と NDD 方式があって、両方を使っています。このハイブリッド。まずは、自社内で顧客同士の注文をぶつけて相殺します。これが DD ということ。で、言い忘れたけど、そもそも NDD は、ただ人の手を介さずコンピューターがやってるよって意味なので、ノンディーディングデスクね。実はあまり気にしなくてよくて、もう一つの言い方があります。それが A ブック、社外に注文を流す。それと B ブック、社内で処理する。大体は DDNDD とイコールなんだけど、まあいいや。この会社は相殺できなかった分を社外に流すというハイブリッド、正しい形だね。だから、オアンダの方法なら信頼できるってこと。それなら、悪いハイブリッドもありますか？あるんだよね。派手な入金ボーナスのある会社なんだけど、これ。まず、顧客を負け組と勝ち組に分ける。NDD だから人間がやってるわけじゃなくて AI みたいな感じで。で、要するに注文をグループ内で揉む人と揉まない人と分けちゃうっていうハイブリッド。これもディープリサーチで公式文章から調べたので合ってると思うんだけど、普通に嫌だよね。利益を出しすぎたら手数料だけいただいて、マイナスが多ければその損失分をグループ企業で分け合う。こんな会社が潰れるわけないよね。株買っておいたら？闇ですね。だから、良いハイブリッドと悪いハイブリッドがあります。もう一つ、最初から取引口座別に公開しているというハイブリッドもあるよ。DD と NDD とか、NDD の中でも ECN と STP とか。ちょっとよくわからないですけど、どうしたらいいですか？結局、その会社の本当の姿を見つめて向き合っていくしかないんじゃないかな。別に注文を飲んでいたってわざと損させてこなきゃいいでしょ？最近はあまりストップ狩りもないしね。だから私は最初に国内業者が日本の法律に守られていて下手なこともできないし税制面も有利だから安心だよと話したわけです。DD の不透明さはあるけど会社としては信頼みたいな感じ。そういえばさっき大野さん、プロップファーム？プロップトレーダーもあるよって言ってたじゃないですか。最近よく聞きます。僕はそっちの方が良いですかね。そうだね。プロップファームは公言している B ブック。言い方を変えたら完全なる飲み業者なんだけど、ルールを理解すれば大損する可能性が低いよ。こんな仕組みになっていて、トレーダーがデモトレードをするんだ。で、挑戦するためには挑戦料のお金がいる。
テストにクリアして、その後もルールを破らなければ、出した利益の一部をもらえるってわけ。テストの挑戦料だけがかかる。いいじゃないですか。損失は完璧に減点されますね。ただね、うまいこと繕ってるかもしんないけど、このテストは挑戦者を落として、挑戦料をトレーダーから稼ぐためのルールだからね。やるなら資金を減らさないことだけに全力集中した方が良いよ。大抵はいくら損したらゲームオーバーとかのルールだから。はい、やってみようかな。もしかして裏あります？まああるよね。図ではトレーダーのデータを使って自社で真似してトレードで稼ぐのが利益の源泉みたいな風に書いてありますよね。これ、建前です。実際はこの挑戦料目当て。だからこうなるよね。最近よくさ、プロップトレーダーで2000万円動かしていますみたいな人出てきたでしょ？みんなこの射的の子供と一緒。そもそもやってるのはデモトレードで、世間のお金は1円も動いていないから、本物のゲームだよね。ただのデモトレードをやってて、動いてないんだよ、2000万円は。あるのは胴元のプロップファームと自分との取引だけ。あんまり儲けすぎたら嫌がらせされるかもだけど、利益出すより資金管理を徹底できるという人に有利なゲームだね。なるほど。資金管理、勉強します。まとめるね。海外 FX も国内 FX も B-Book の口座で売買している限り、カジノの胴元と自分との取引しかない。市場のお金は動いていない。これはルーレットとかポーカーのゲームでやっているのと一緒。で、プロップトレーダーは中には本物のね、海外企業で雇われてやっている人もいるけど、個人でやっている人は全員射的の子供。これが現実だね。それを理解した上で自分が有利なゲームをやったら良いと思うよ。ハイレバレッジなのか、約定スピードなのか、資金管理なのか。やっぱりさ、得意な分野で戦わないと。ハイレバやりたい人がプロップトレーダー目指しても無理でしょ。大安打みたいなところで NDD やるなら、それは市場の値動きに微々たるものかもしれないけども、影響を及ぼす可能性はあるよね。ロットが大きければ。それ以外は何も市場に影響はないよ。買おうが売ろうが。だからさ、皆が買う方向へ買おうみたいなことを言う人がいるけど、その皆は影響を及ぼしていないからね。大体が。だって会社内で処理されちゃってんだからさ、買い玉と売り玉で。5アンダも DD の口座になってたらそうだけどさ、相殺されて消えるんだよ。相場を動かしているのは機関投資家や本当に市場に影響を及ぼすレベルのトレーダー。なので他のみんなの売買じゃなくて企業トレーダーを意識した方が理屈上正しいと思うよ。圧倒的にね。よくわかりました。ありがとうございます。みんなも気をつけてね。毎日チャート見てるんですけど、勝てないんですよね。ただ眺めているだけでしょう。それは分析とは言いません。ストーリーを言語化できないなら、エントリーボタンを押す資格、なしです。雰囲気でやってました。週末に過去チャートを見て答え合わせをするんです。これをやらない人は一生養分ですよ。5分足でゴールデンクロスしたのに、すぐに逆行して損切りになりました。騙された。それは上位足が下落トレンドの最中だったんでしょうね。5分足の上昇なんて、1時間足で見れば、ただの上髭を作る過程に過ぎないことが多いんです。木を見て森を見ずってことですか？その通り。自分が地図のどこにいるかわからないなら、動かないのが正解です。鬼丸くん、先週の負けトレードの原因、即答できますか？運が悪かった？それだと成長しないです。トレード日記に負けた時の心境とか状況を書いておくと、後からでも思い出せます。次も同じ失敗をしないためですね。あざっす！書いてみますね。これをやれば無駄なエントリーが減って資金が残り始めますよ。トレード日記は反省文じゃないですよ。
自分の負けパターンの統計データを取るための科学的な作業なんです。やってみませんか？それでは、第2章、行ってみよ大野さん、僕トレードでサクサクサクっと億万長者になりたいです。コヌ差し切るとかはいいので、一番儲かる最強の勝ち方を今すぐ教えてくださいよ。はいはい、いきなりそういうこと言う。でも安く買って高け売るだけでしょ。お父さんの秘密のテクニックされば余裕ですよ。おや、ずいぶん舐めてかかってますね。じゃあもし明日トレードでいきなり1億円稼げたらどうします？